皆さんこんにちは。前回の動画でこのノコギリを使用したところ反響が多かったので、今回はこの先細ノコギリについてご紹介したいと思います。2025年の2月発売が予定されているアルスコーポレーションの先掛けというノコギリの先細仕様です。こういう時にですね、この先細はこういう隙間に入るんですよね。なので最初はどっちにしてもこちょこちょ切りなんですけど、ここまで刃が入ってしまえばあとはもう普通に引けるのでね。切り口も滑らかです。 PM24 チルトン。2年前に私はノコギリでの切り口の滑らかさにこだわっていろいろなノコギリを試してみたことがあります。これがゴム太郎。同じぐらいな感じか、ちょっと滑らかかな。これは FS22 果樹剪定のちょっとこう荒れちゃうんだね、切り口がね、最後がね。だからこれが Y15。これもちょっと目が荒すぎる感じだね。NK24。ちょっと目が細かいんでね、使ってみましょうか。これは滑らかな感じだね。これがこれは剣。これで切ってみましょうか。SG21。これ滑らかだね。これが滑らかだな。SG の21。こっちが NK の24。で、剣。シルキーの剣というノコギリも狭い股のところで使うには大変重宝していたのですが、切り口の面は少しザラッと荒れているような感じでした。こっちの方が滑らかだな。で、電動剪定バサミの EP720 も切断が楽で良いのですが、組織が潰れちゃうね、やっぱりね。受け刃に枝を押し付けるような感じで切るので、枝の皮の組織を傷めてしまうことがあります。そういう意味ではノコギリ使った方がいいのかもしれないね。というわけでこれがいいかな。軽いし、ゴム太郎もそれほど滑らかってわけでもないな。これはちょっとね、めくれやすいからちょっと良くないな。これもちょっと粗いんだよな。これはすごい滑らかだね。ツルツルだね、どっちも。これよりずっと滑らかだ。こっちは粗いな。これに比べるとね。これは優秀だね。
これ一番いいね。小さいし。これで剣みたいにちょっと先っちょ細くしてくれりゃな。2年前このようにつぶやいていたのが実現したわけですね。他の方からも要望がたくさんあったのでしょう。これが今まで使ってたゴム太郎というノコギリ。これはもうずっと長いこと使ってたんですけども、最近はこのアルスさんの先掛けというノコギリを使うようになりました。この柵から出すときも小判タッチでさっと抜けるのでね、とても便利です。刃はちょっとゴム太郎に比べるとだいぶ柔らかい感じで薄いんですけれども、とても切れ味がいいんですね。で、今回ですね、この同じ先掛けのシリーズの先細というのを手に入れたんですが、このように刃の先の方が細くなってるんですね。従来のものよりこんな感じに細くなってるわけですね。今回これをちょっと試してみようと思います。例えばこのようなところをね、この角度でコジットで切りたいときですね、従来のこのようなノコギリとここから切り込んでいくときにこっち側背が当たっちゃってね、ノコ引けないんですよね。ですからしょうがないからコジットで切ろうとすると下から切っていくようになるんですけど、そうすると狙いがうまくいけばいいんですけど、ピタッとこの位置にいかない場合もありますよね。今までのアルスの先掛けだとやっぱりここが突っかかっちゃう感じですよね、背がね。で、新しいこの先細、これでやりますと先がね細いので、このところにうまく入ってくれて、最初の切り出しがうまくいくんですね。それで狙った角度で切っていくのがすごく楽ですね。刃は薄くて柔らかいですけど折れる感じはしないですね。非常に滑らかに少ない力で切ることができます。これを支えておいて切ります。アルスのノコギリのいいところはこの切り口が非常に滑らかです。すべすべです。これは他のノコではないですね。この切り口の滑らかさについてアルスコーポレーションのホームページでは以下のように説明しています。ノコギリには通常アサリがついていて、これを左右に振り分けることで材との摩擦を減らし切り進めるようになっています。ギザギザの刃一枚一枚を左右に振り分けるアサリ分けという作業はとても時間がかかりますし、どうしても振り分けにばらつきが生じてしまいます。そしてこのばらつきが切断面に傷をつけてしまい、切り口の滑らかさが失われることになります。そこでアルスはアサリ分けなしの
ノコギリの開発に世界で初めて成功したと書いてあります。1958年、私が生まれた年ですね。ノコギリの実の部分を凹面状に研磨して、その後で刃をつけるのだそうです。アサリにばらつきがなく均一に仕上がることで切り口が滑らかになるようです。側面を研磨してから目立てをすることでアサリ分けの機能を生み出すと書いてありますが、これが切れ味の良さと切り口の滑らかさを実現しているのでしょうね。現行の先掛けというノコギリは長さが24センチと21センチの2種類が発売されています。先細バージョンもおそらくこの2種類の長さで出ると思いますが、刃のピッチは現行の6ミリではなく 4.5 ミリにして発売する予定だそうです。ネットショップでの発売は2025年の2月からを予定しているそうで、価格は未定のようですが、おそらく3600円前後ではないかと予測しています。私はアルスの回し物というわけではありませんが、発売されたら一度お試しになってはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。